始まりました R ズトークトーク MBTI を実践する放送局 MC の R です。よろしくお願いします。このチャンネルでは本を読んで独学で MBTI を日常で実践できるように考えるのが趣味の R が MBTI について思ったことなどをお話ししています。今回は ST の基本的認知スタイルを用い入れていないとき、つまりいつもの考え方を使えないときにどんな様子になるかについてMBTI へのいざないユングのタイプ論の日常への応用で紹介されている様子の特徴とタイプの特徴を見比べながらお話ししてみようと思います。ST に分類される4タイプは ESTJ、ESTP、ISTJ、ISTP で、タイプの真ん中が ST になる人たちです。このタイプは基本的な考え方として情報を受け取るときは実際に具体的にどんなことが起きたのを元にするのと、判断するときは人じゃなくって物事を構造的に判断したいタイプなんですよね。これが用い入れていないときにどうなるかっていうのが今日のテーマなんですけれども、そもそもどう感じるのかではなくて情報の処理が滞っているような状態になると、そういう意味でのストレス状態になっているということになるようです。ここをね、すごく考えておきたいですよね。気分でとか嫌いだからとかっていうんじゃなくって、処理できないなみたいな感覚に近いということで、というのもさっきのような基本的には実際に起きたことに対して具体的に構造から判断してそれを処理していくような考え方っていうのが自然な考え方の人たちだから、その処理を行えない状態が考えが進まない状態っていうことになると。だから今処理できてませんよっていうのが今回の状態で、基本的に物事を具体的に処理したい人たちがね、なんでその考え方を用い入れなくなるのかと言えば、同じことでもね、いろんな見方ができるっていうのが基本的認知スタイルの違いでもあると思うんですけれども、 ST ではない情報で言うと抽象度の高い直感 N 的な情報だったり、情緒感満載の感情 F 的な情報ということになってきて、抽象的すぎて結局何がどうだっていうのみたいな風になってしまったり、気持ちは分かったけど結局何みたいな感じるような情報の中に置かれてしまうということが、この基本的認知スタイルを用い入れなくなっているという状態を引き起こすというのかね、そういうことのようです。だからやっぱり ST タイプのような実際のことを具体的に見て構造で判断するのが自然な考え方の人からすると、結局何をどうするってことっていう処理を進めることが難しい。具体的にどんな処理をするのっていうのを判断するに至れないような情報ばっかりあるっていうのは思考が進みにくくなる状態なんですよね。だからもし ST の人が何かを拒否しているように見えたとしても、それは拒否という対応をしたということではなくって、ただ処理することができませんよ今っていうのを表すサインだということになるようなんですよ。そんな安定することが難しい状況に置かれているときに処理できないようなサインとして現れる特徴というのが本に挙げられているような特徴だということで、ここから MBTI へのいざないユングのタイプ論の日常への応用から基本的認知スタイルを用いれていないとき ST の人たちはどんな様子に見えるようになるのか、特徴を引用します。自分の思うように一日を過ごせない日が続く場合、過度に自制的になる、頑なになる、自分と違う意見を拒絶する、過度に常識にとらわれる、不必要に楽しいことを我慢するということで、こういう風に特徴を見ているとね、ひたすら自分が処理できる情報が現れるのを待ってるようなね、耐えているような感じですよね。だからやっぱり拒絶しているのではなくて、もうちょっと無理ですよ、対応できませんよという様子がこのように現れるんだろうなと思いますよね。
そもそもこの様子になっている時点で ST のタイプの周りにさっきのような ST の人が基本的に考えるような具体的にこんな風に処理しようを考えられないような種類の情報が溢れすぎているということだから、それこそ抽象度の高すぎる情報であったり、構造では処理できないようなすごく人間的なというか感情であったり情緒的な情報が溢れている状況に置かれているということになるそうです。だからね、この状況に置かれたとしても ST の人以外であればお手上げというほどの状況ではないと思うんですよ。だから別に ST の人以外だったら NF じゃない限り無理だということではなくて、 ST でなければそれなりに対応できる状況だと思うんです。そういう状況だと他のタイプの人から見たとき、その状況で処理できないよってなってる ST の人たちのことをそんな風に処理ばっかりしようとしないでもっと楽しめばいいのにとかね。なんでこの楽しさを受け入れてくれないのかなみたいに思わせるような様子に見えるっていう可能性もありますよね。その様子が過度に自制的に見えたりとか、常識にとらわれてるように見えたり、もしくはなんで意見を聞き入れてくれないのかなと思われるような様子に見えるかもしれないですよね。自分が一生懸命意見を言っても、いやちょっとそれはおかしいと思うとかね、なんか言われるとしても ST の側から見れば結局どうしたいのかわからない気持ちの話だなとか思うような、要するに処理のしようがない意見だったってだけかもしれないと思うんですよ。 ST の基本的認知スタイルを用いれていない場合であれば、それは拒絶ではなくて、その情報ではちょっと処理できませんっていうサインである可能性が高いと思います。だから情緒的だったりとか抽象度が高すぎるような話、そういう状況でもし ST の人たちが何か意見を聞き入れていないように感じたとしても、気分がどうとか自分のこと嫌いとかそういうことの前に、その情報はどう処理するべきってことなの？結局何がしたいってことというふうに思われている可能性、処理できないよ、その情報っていうサインを示されているだけっていう可能性も高いなと思いました。そんな時どうすればいいかをちょっと考えてみたんですけれども、具体的な実際の情報から構造で考えられれば自然に思考が進むってことではあると思うんですよ。本人としては意識的に具体的な情報や構造を処理する考え方を進めてみるってこと。だからこれは具体的にこんなことが起きたからそれにこんな対応をするものだなとか、そういう種類の情報を集めたり考えたり進めてみたりすると。で、周囲の人が情緒的なデータを渡してくるという場合はやっぱりちょっと一人になってみたりするのも検討した方がいいかもしれませんと思います。で、周囲の場合はもし抽象的で実際に起きることとか起きたことのような具体的な処理方法みたいなものについて話をしていないなと思った場合は、より具体的に、要するに実際にこういう作業をしてみようっていう話だよとか、要するに今起きてる具体的なこういうことに対してどう対応するかっていう話だよみたいな、そういう目に見える実際の物事として話してみるといいのかもしれませんと思いました。だから実際にこうなってることを実際に具体的にこんな方法で進めるのはどうかなみたいな言い方ですかね。で、もし情緒的すぎるかもしれないなと思った場合は、例えばね、要するに抱きしめてほしいってことみたいに具体的に処理方法を提示するっていうのはすごく伝わりやすいと思うんですよ。基本的に相手が思考 T の人であったらね、その人が具体的な処理方法とかを知ってる場合はまあ違うかもしれないけど、どんなに情緒的に訴えてもその情報を受け取って処理するというのが難しい可能性が非常に高いと思うんですよ。だからそれは決して抱きしめたくないんじゃなくって、それをすればいい状況だというふうにならないっていうだけだと思うんで、そういう
特に ST の人の場合は具体的処理方法を提示すると一番手っ取り早いかなと察して対応してもらうよりは随分と話が早いんじゃないかなと思います。だから自分の話が情緒的かどうかっていうのを一回考えてみて、今自分がこんな風に感じるとかこういう思いがあるっていう話をしてるなっていう風に感じたら、それは具体的にこういう対応をしてほしいってことなんだけどとか、なぜならそうされると自分は満足するからだよっていう、自分が満足するためにそれをしてほしいんだよみたいな、そういう具体的な処理方法に自分の思いを乗せると伝わりやすいのかなって思います。そんな感じで MBTI のタイプっていうのは性格タイプっていう名前なわけなんですけれども、基本的認知スタイルっていうのは特にね、MBTI 全体がそうではあるんですけど、考え方とか情報の流れ方の違いなんですよね。だから温かい冷たいとかそういうことではなくて、どんな情報をどう処理してるのとか、どんな反応を返すタイプなのっていうのの違いが基本的認知スタイルで、だから会話をしていくときも相手の処理しやすい情報を少しでも使う。自分と相手のタイプが違う場合、自分の言い方はやっぱり自分のタイプに影響を受けてるわけで、それをそのまま言うと相手のタイプにとっては処理が難しいような情報になってしまう場合があると思いますんで、少しでもね、相手に処理しやすい情報に変換して伝えられるとすごく伝わりやすくなると思いますので、おすすめです。特に ST タイプにとっては具体的な構造が酸素になるみたいなイメージで、それがないと息が苦しくなってきちゃうっていうことになると思いますんで、できるだけ具体的に構造的に伝えられると息がしやすくなるかなと思いました。はい、今回は ST の基本的認知スタイルを用いれていない時の話をしてみました。この調子で SF、NF、NT という順番でお話ししようと思いますので、ぜひチャンネル登録をしてお待ちください。最後まで聞いていただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。